space. When weaker, it's been waiting for the right day. Like the right day ever comes, now it's Friday. And nothing's changed. こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今 IKEA では新商品ラッシュでして一気に200点以上入ってきています。今回は特に売り切れが早そうなものから紹介していきます。まずは SNS ですごく話題になってます IKEA PS シリーズのランプシェードを購入したので紹介します。とても大きくて梱包がこのようにぺったんこなんですけどもすごく大きいのでとても持ちにくかったです。段ボールを捨てる時みたいな持ちにくい大変さがありました。こちらはランプシェード単体で電球やコードセットは別となってますのでご注意ください。私は寝室に設置しようと思います。現状もこのように IKEA のシェードを使ってるんですけどもこれもとても可愛くて気に入ってるんですがちょっと雰囲気を変えてみたいなと思います。シェード自体がとても90センチととても大きいので、このような梱包になってしまうんでしょうね。組み立てはそんなに難しくなかったんですけど、和紙が伸びるのにってことだと思うんですがなんと72時間放置という工程が書かれていました。このようなフレームを組み立ててシェードと組み合わせて完成だったのでとても簡単です。で電球が入るスペースは意外としっかりありましてそんな小さい電球じゃなきゃダメってわけではありませんでした。一般的な電球なら大丈夫だと思います。直接電球が見えなくなるデザインとなっています。で私はもともと使っていたスマート電球トロードフリーをそのまま使いましたが以前のシェードよりも周りに光を大きく拡散するためすごく部屋全体を明るくしてくれるなというふうに感じました。こちらは IKEA のスマート電球なのでこのように調光ができます。とても大きくてインパクトがありますので一つ取り入れるだけで一気に雰囲気が変わっていいなと思います。前回の動画で紹介しましたけどもこちらのポータブルライトも IKEA PS シリーズでコンセントがない場所でも使えるのが気に入っています。でこのシェードが今部屋の中心に来ているのでもうちょっと長いコードセットと組み合わせてそのベッドの中心位置にずらしてもいいかなって考えています。結構包み込んでくれるようなデザインなので包み込まれようかなと思います。こちらの照明をデザインされたルーカスさんご自身はこのようにリビングのテーブルの中心に設置されていました。低い天井にもフィットするデザインです。もう大人気となっているこちらのフロアランプですけども私は子供部屋で本当は使おうと思ってたんですけども気に入りすぎて良すぎてリビングで今は使っています。やっぱりいろんな方向に曲げて使えるので使い勝手がいいのとやっぱ線が細くてスタイリッシュで気に入っています。これ間違いなく今年一番のヒット作だなと思います。でこのポータブルランプさっきもちょっと紹介しましたけどリピ買いしようと本当は思ってたんですけど今ねもう絶賛売り切れ中で残念ながらリピ買いはできていません。新商品どんどん紹介していきます。こちらは Bluetooth スピーカー兼照明です。カラーリストのテクランさんとのコラボとして話題になった商品です。思ったより可愛かったですね。大きいですけど色合いももちろん可愛いんですけどこのキノコみたいな柔らかい曲線がとても可愛いです。結構インパクトある商品だと思います。気になるスピーカーなんですけどもソノスとのコラボスピーカーではありません。ソノスとは提携を解除してしまったみたいですね。もうこちらグリーンも発売しています。グリーンもまた可愛い色合いです。絶妙な色合いです。で Bluetooth スピーカーが他にもたくさん出ていましてまとめて紹介します。こちら今寝かされていますけどもこちらは壁掛けできる Bluetooth スピーカーです。かなり大きいです。ちょっと上から覗き込みましょう。こんな感じでまん丸なんですよ。こちらはホワイトとこのベージュみたいなお色の2色展開となっています。こちらはスタンドもついてまして壁にかけるだけじゃなくて壁に立てかけることもできます。こちらキッチンですけどもこのように壁にかけてあります。
パッと見スピーカーに見えなくておしゃれですよね。これ見て私はてっきりコードレスにできるのかなと思ったんですけども、どうやらコードレスではなさそうでした。ケーブルがこうタランと垂れてしまうみたいです。それはちょっと残念ですよね。大きいのでしっかり音量は出るのかなと思いますけども、でこちらのもう一つ小さいタイプがありまして、こちらはポータブルということです。めっちゃ良くないですか？私これほんと欲しいなと思いました。でテクランさんコラボのちょっとそのおしゃれな柄のものもあるんですけども、この白い小さいタイプ私欲しいなと思いました。こんな風に壁掛けできるんですよ。めっちゃいいですよね。洗面所で結構お化粧しながら音楽聴きたいなと思うことがあって、ただ洗面所は狭いので置く場所がちょっとないなと思ってたんですけど、これなら壁掛けできるのでいいですよね。ただ心配なのは防水仕様ではないので、洗面所ぐらいね、そんななんか水飛ばさなければ大丈夫かなと思いますけども、ちょっと検討中です。このオレンジのタイプはこの今紹介した白いタイプと同じ大きさとなっています。値段も一緒ですね。緑色のものは一回り大きいサイズとなっています。緑はポータブルではないみたいです。この緑と同サイズの白も実はあるみたいですね。横浜店にはなかっただけで。いやでもポータブルがいいからやっぱり一番小さいサイズがいいかな。こちらは激安超小型 Bluetooth スピーカーです。こちらはなんと100個までペアリングして使えるみたいです。かなり小型なので音はそれなりだというのはよくレビューに書かれています。こちらはコペンハーゲンの店舗で3色売ってるのを見たんですけども、日本には2色しか来なかったみたいですね。これもすごく可愛いんですけど、私の推しはこちらのバッベビーという Bluetooth スピーカーで、こちらからも白が新しく出てました。こちらはですね、防滴仕様となっています。私の家ではお風呂で使っています。お風呂なんで音質云々はちょっとあれなんですけど、もう多分3年ぐらい使ってるんですけど壊れてないですし、全然充電もねしてないんですけど結構持ちます。お風呂で使うのにすごくおすすめです。こちらもポータブルの Bluetooth スピーカーです。とても可愛いデザインです。こちらはネズミだそうです。子供が喜びそうなデザインと色になっています。今回一番お目当てだった商品はこちらなんですよ。前回の動画でもちょっと紹介しましたけども、こちらの充電器です。無事買うことができました。結構世界中で人気で品切れてるみたいです。あと一緒にね、今回はカレーも買ってきました。これ好きなんですよ。キーマカレー結構具沢山で美味しいので、カレー好きな方はぜひ買ってみてください。まず質感がとても美しいです。周りはガラス製になってまして、とても綺麗です。土台は金属になってます。とても重たいです。でこちらはタイプ C のケーブルがついてるんですけども、コンセントに挿すアダプターはついていませんので、20W 以上のコンセントアダプターが推奨されています。こちらの充電器自体の規格は 15W となっています。でここは充電ステーションみたいな感じなんですけど、めちゃくちゃねやっぱライトがついててすっごく美しいんですよね。であとケーブルがねやっぱりなくなってすっきりしたいいなと思いました。古いスマホだと iPhone だとこういうライトニングケーブルをまだ使わなきゃいけなかったり、あとタイプ C をね使うスマホもあったりと、それぞれケーブルが必要だったんですけども、これは無線充電なのでどちらにも対応しているのでいいなと思います。この無線給電は iPhone8 以降が対応しています。ただ無線給電はやっぱり遅いのでケーブルよりは
私はここではやっぱケーブルの方が結構急いでることが多いので、ケーブルの方がやっぱりいいかなっていうやっぱ気持ちですね。無線はやっぱ効率が悪いので、なんかベッドサイドに置くのがいいかなっていう気持ちになってます。トレイにはメガネとかちょっとした小物を置くことができます。それにしてもなんでこんなに重いのかなって思ってたんですけども、使ってみるとよく分かりました。マグネットでピタッとくっつくタイプなので、ここがですね、重くないとこのスマホを取る時に片手でパッて取れない、多分くっついてきちゃうので、そのために重くなっているんだなっていうことが分かりました。こちらをデザインされたルーカスさん自身はですね、先ほどもちょっと紹介しましたけども、お家ではこのようにとってもミニマルな低いキャビネットの上で使われていました。やっぱこうミニマルにポツンと置くとおしゃれですね。またこんな感じでベッドサイドでも使われていました。ルーカスさんのルームツアーの様子は前々回の動画でしっかりご紹介してますので、もしよかったらご覧ください。新商品どんどん紹介していきます。こちらはポエングという人気のパーソナルチェアなんですけども、新色のバリエーションがたくさん出ていました。とてもタイムレスなデザインでリラックスできると人気の商品です。結構寝れちゃうっていうね、声もいただきます。この間劇のデザインが美しいんですよね。なんとグリーンが出ました。フレームもこれグリーンが出てるんですよ。こちらはフレームとクッション別々でもう売ってますので、好きな組み合わせで使うことができます。でさらにこんなレザー調のブラックのものも出ています。今フレームがこれロッキングチェアがついてますけども、普通のパーソナルチェア、ポエングのパーソナルチェアと組み合わせて使うこともできます。フレームはウォールナット調で、これもとてもかっこいいです。こちらキャメルカラーのレザーもありました。お値段その分しますけども、とても柔らかく滑らかな質感で素敵です。で一気に新しいのが出ましたので、店舗によっては既存の生産終了となるクッションのバリエーションが値引きされていたりしますので、ぜひ狙ってた方はチェックしてみてください。お買い得です。最新のルームセットを一緒に見ていきましょうのコーナーです。今大変人気のロードマンソーというシリーズの家具で揃えたルームセットが新しくできていました。最近ベッドが追加されたんですよね、このシリーズから。なのでこんな風にトータルでコーディネートできるようになってしまいました。ブルーの壁紙、お部屋の壁紙ととても合ってますよね。でこちらのお部屋で使われているのはベッドとサイドテーブルと、あとワードローブと、手前はチェストですね。でこちらおしゃれなのももちろんそうなんですよ。取っ手がちょっとねゴールドだったりおしゃれなんですけども、結構機能的でして、こちらは飾り棚としても使いやすいようにこんな風にケーブルが通せるようになっています。ここに照明を置けるの結構いいですよね。引き出しの中はブルーというおしゃれな作りになっています。こちらのワードローブは半分だけ扉がついてまして、こちらは完全に隠す収納ができるようになっています。なので隠す収納プラスちょっと飾り棚っぽく使えるっていうのがいいですよね。でこちらも人気のサイドテーブルなんですけども、この奥多分映ってはないと思うんですけども、穴がありましてケーブルが通せるようにこちらもなっています。ベッドサイドも絶対こういう照明ですとか充電ケーブルって絶対あるので、ケーブル通せるのはいいなと思います。また足の線が細くてこうね浮いてるようにすっきり見えるのがとてもいいですよね。でお値段も
そんなめっちゃ高いわけじゃないので、こういう風に両サイドに並べやすいのもいいなと思います。引き出しはちゃんとレールがついています。こちらリモコンでオフすると天井照明だけじゃなくてスポットライト、枕元のライトもいっぺんに消えるようにちゃんとリンクしてありました。こちらのお部屋は7畳のお部屋ということです。お邪魔しました。ではキッチンコーナー行きましょう。ちょっと本当ね、私苦しい思いをしたんですよね。もうとんでもなく可愛いグラスが出てしまいました。こちらブルーの見てください。めちゃくちゃ素敵ですよね。こちらガラス製のグラスなんですけども、冷たいものだけじゃなくてあったかいものも OK となっています。サイズも結構大きめでたっぷり入ります。使い勝手抜群なんですよ。そして電子レンジも OK、 食洗機も OK となっています。この左にあるブラウンカラーのものは子供がめっちゃ愛用してますので使い勝手いいのは分かってるんですよ。ただもうグラスはいっぱいあるんですよね。なのでもうこんな可愛いのはもうやめていただきたい。辛いですよ本当に。私ここのコーナーでめっちゃ険しい表情してましたからね。これを買ってもいい言い訳を今検討中です。でも売り切れる気はしますね。売り切れる前にゲットしてください皆さん。こちらは IKEA365 というシンプルなデザインながら耐久性が強いと評判のシリーズなんですけども、プレート皿が新しく出ていました。3種類出てまして、こちらは浅くて小さいタイプ、こちらはちょっと大きいタイプでパスタなんかにちょうど良さそうなサイズ感でした。縁の感じがとてもおしゃれです。でこちらはもうちょっと深さがちょっとだけあるタイプで絶妙にサラダなんかにも良さそうですし、シチューなんかもいけちゃいそうなぐらいの深さでした。 IKEA のレストランでも使われているぐらい頑丈なシリーズとなっています。こちらは美濃焼きの技術を使われたメイドインジャパンのシリーズの食器なんですけども、新しく丼みたいなサイズ感のものが出ていました。前なかったんですかね。もともとこのシリーズすごい種類がいっぱいあったのでちょっとわからなかったんですけども、うどんにちょうど良さそうなサイズ感でした。結構軽いのも特徴なんですよ。私はこのシリーズのご飯茶碗にちょうどいいようなサイズのものと、もう一つ大きなプレートのようなお皿も使ってるんですけども、茶碗に関しては本当毎日使っているんですが問題なく使えています。やっぱ軽くてシンプルなデザインなのがとても使いやすくていいなと思っています。前ラップつきますかっていう質問をいただいたんですけど、私あんまりラップ使わなくって試してせてないんですが、多分つかなさそうかなって思ってます。どうでしょう。で次回もたくさんまだ新商品ありますので紹介していきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。